皆さんおはようございます。8月中旬、時刻は朝5時半。真夏の中国四国ツーリングの始まりです。1日目の今日はここ金沢から高速を乗り継ぎ徳島を目指します。距離は約460キロ。このツーリングで一番長い予定です。早くもここでバイクに異変が。チェーンに何かが噛んだような音がしたんですよね。出発早々ですがバイパスを降りて様子を見ます。完全にやらかしました。シートバッグを固定するための紐が完全に切れてます。降りて確認します。本来ならこの紐の先端に留め具がついているはずなのですが完全にちぎれてます。はい、完全に固定し忘れてますね。予備があるのでとりあえずなんとかなりそうです。高速に乗る前に気づけたこと、チェーンに異常がないことは不幸中の幸いでした。シートバッグをしっかり固定し、気を取り直して再び出発。県南部の加賀インターチェンジを目指します。ひたすら道なりに走ることを約1時間。加賀インターチェンジ手前のガソリンスタンドで給油です。ちゃんと触ります。給油を済ませ、いざ高速道路へ。今更ではありますが天気が良くて本当に良かったです。加賀 IC から北陸道へ。ゲートをくぐり福井方面に進みます。分かってはいても開くかどうか毎回ドキドキしてしまいます。一度だけ休憩を挟みながら南へ歩みを進めることおよそ2時間。交通の要衝米原に入ります。とここでまたしてもトラブルが。カメラの位置がずれるなと思っていたのですが高速走行でカメラのマウントのネジが緩んだだけだと思っていました。しかし次第にとんでもなくずれてきたので急いで止まります。ヘルメットを外してびっくり。固定用の両面テープがダメになってます。どうやらヘルメットの凹凸に合わせるために使った家の両面テープが良くなかったみたいです。マウントについていた予備の両面テープでなんとかくっつけました。とりあえずしばらくはこれで行くしかない。今日の宿までなんとか持ってほしい。そう願いながら出発します。しばらく進み燃料が残り2メモリになったため草津 PA に
カメラのマウントの方はなんとかなりそうです。燃料も満タンでさあ出発。このまま高速で神戸方面まで行く予定でしたが、渋滞のためルート変更。瀬田東 IC で降りて京滋バイパスに向かいます。しばらく滋賀県南部の町中を走り、ここからは京滋バイパス。ここら辺はとにかく暑いですね。滋賀県を抜け京都府に入りました。ようやく関西に入ったという実感が湧きます。お盆だからか渋滞が多いですね。やっとのことで渋滞を抜け、大阪方面に進んでいきます。大阪に入ったと思ったのもつかの間、兵庫県に入ります。しかしまたもや渋滞のため一旦神戸市内に出ることに。ちょうど良かったので近くのダイエーで買い物をします。帽子を持ってくるのを忘れたので欲しかったのと、先ほどのカメラのマウントをしっかり固定するための接着剤を買いに来ました。無事買い物を終え、店内で休憩がてら地図を見ていると、前から行きたかった場所がここから15分ほどのところにあったので、チフと行ってみることに。15分ほどバイクを走らせ、やってきたのは JR 甲子園口近くの商店街。この先に目的地があります。来たかったのはここヌーベル甲子園口。有名建築家安藤忠雄氏の建築であり、階段が入り組んだ迷路のような構造になっています。対岸のフロア同士が互い違いになっていて、それをたくさんの階段でつないでいるといった感じでしょうか。テナントのお店はどこも夜開店で、訪れた時には閉まっていました。とても綺麗で見応えがありました。見学を終え、お昼は甲子園口前のうどん屋へ。時刻は14時過ぎ、徳島を目指し再出発です。美味しいうどんのおかげで午後からも頑張れそうです。芦屋から阪神高速に乗り、須磨料金所を通過して淡路島を目指します。またもやゲートを通り、長いトンネルを走ること数分。見えてきました世界最長の吊り橋、明石海峡大橋。ここを走るのが今日の楽しみの一つだったので、テンションが上がってしまいます。初めて来ましたが、あまりにも壮観で感動しました。横風がとんでもなく強いですが、それを忘れさせるほどの絶景。いい天気も相まって本当に気持ちよかったです。
明石海峡大橋を通過し淡路島へ上陸。休憩には早いですが、もう一度橋を見たくて淡路 SA へ。あの観覧車からの景色もきっと抜群でしょう。長蛇の列のスタバを横目に橋が見えてきました。さっきまで自分があそこをバイクで走っていたと思うと感慨深いです。名残惜しいですが、今日の目的地はまだあるため早々と出発。次の目的地は淡路島を抜けた先、徳島県大塚国際美術館です。時間があれば淡路島にずっといたいくらいですが、今回はほぼ素通りです。走ること約30分。見えてきたのは淡路島と四国を結ぶ大鳴門橋です。ここは渦潮で有名ですが、橋の下を覗くと少しですが見ることができたので、なかなか運が良かったです。四国に上陸し、鳴門北で降ります。きれいな海を横目に走ること数分。カーブを抜けた先に大塚国際美術館があります。話には聞いていましたが、本当に山をくり抜いて作った美術館なんですね。いくつか駐車場がありますが、今回は美術館の少し先にある T1 駐車場に停めます。閉館が17時で今が16時前なので、急いで送迎バスに乗り込み向かいます。美術館に入るとすぐにこの美術館の顔である礼拝堂の展示があり、フロアごとに古代から現代の西洋美術の東版名画が展示されています。鑑賞ルートは約4キロもあるため、1時間ではなかなかゆっくり見ることは難しかったです。美術館を見た後は近くの温泉へ。いいお湯でした。こちらの温泉、露天風呂から橋堤を見ることができる面白いところだったので、皆さんもぜひ。長距離運転の疲れも取れたところで夕食を探しながら、今日の宿徳島市内の快活クラブに向かいます。この旅は全て快活クラブに泊まる予定なのですが、日程の自由が利くように予約はしていません。なので空いているかは確認するまでわからないというスリルをこれから4日間味わうことになります。その後、徳島ラーメンの店を何軒か回りますが、混んでいて入れず、快活クラブの近く松屋の石焼肉定食になりました。美味しかったです。その後、無事に快活クラブにチェックインし、今日の行程は終了。お疲れ様でした。皆さん、おはようございます。
中国四国ツーリング2日目、今日はここ徳島の快活クラブを出発し、香川県を経由して高知県を目指します。今日の走行距離は少なめの予定なので、いろいろと寄り道しながら観光したいと思います。最初の目的地は香川県高松の西部、五色台スカイライン。昨日に引き続き空は快晴、景色が期待できそうです。朝ごはんを買いにコンビニへ。快活でもトーストのサービスはありますが、6時前に出発したためまだ用意されていませんでした。ここで改めてバイクの紹介。 CB250R、 扱いやすくて近場も長距離もバッチリ。同じホンダの 250cc、 レブルの影に隠れてしまっていますが、とてもいいバイクです。気づけば石川を出発してから走行距離は 400km を突破。ここまであっという間でした。40分ほどで徳島県と香川県を隔てる山々を抜け、香川県に入ります。給油もしっかりして準備は万端。五色台スカイラインに向けて再出発です。10分ほど走り、高松市に突入。さらに進み、正面には五色台が見えてきました。これから向かう五色台スカイラインは高松市と坂出市の間を走る道路で、もともとは有料道路だったものが1999年に無料開放されました。スカイライン手前には案内がたくさんあって分かりやすいですね。瀬戸内海の絶景を右手にどんどん標高を上げていきます。景色に気を取られているとかなり急なヘアピンカーブが。スカイラインに向かうまでにいくつか急カーブがあるので注意です。しばらく進み交差点を右折。ここからが五色台スカイラインになります。スカイラインは道がよく整備されており、気持ちよく走れます。木々に囲まれた道を10分ほど走ると展望台入り口まで来ました。展望台駐車場に到着。誰もいなくて焦りつつ駐車。案内によるとこの奥に展望台があるそうです。小道を歩き、登っていくと第二展望台が見えてきました。きれい。奥には第一展望台。モニュメントの奥には真っ青な瀬戸内海と島々が、瀬戸大橋も見えます。虫がたくさんいましたが、ここまで来て本当に良かったです。最高の景色でした。景色を楽しんだところで、次はここから少し西の丸亀へ。丸亀城とうどんを楽しみたいと思います。この道は海と並走できて気持ちいいですね。ここらへんでサムネの写真を撮りました。瀬戸大橋とバイクをバッチリ収められます。30分ほど走って丸亀市街へ。まずはお昼にうどんを食べに行きます。やってきたのは有名なセルフうどんのお店、釜揚げうどん長田。
こうのこうですが、混みすぎていて諦めることに。この旅行こんなのばかりです。代わりのお店を探すためコンビニで一旦休憩。選ばれたのは黄金製麺所でした。冷やしうどん、中と鶏天、出汁が効いててとても美味しかったです。実を言うと金沢にも黄金製麺所はあって1日目に通過してたりもします。しかし本店は一味違いましたね。次の目的地は丸亀城。走行しているうちに到着。バイクは市立資料館の駐輪場を利用させてもらいます。青空に天守閣と石垣が映えますね。この先の坂を登って天守閣に行けるようですね。カメラでは伝わりづらいですが、かなり急な坂です。サンダルに履き替えてこればよかった。丸亀城は城全体の石垣がよく残っており、高い石垣を間近で見ることができます。市内を一望しつつ、さらに坂を登っていくと、天守閣が目の前に。小ぶりながらも立派な天守閣です。記念に1枚。内部はこんな感じ。木造建築がしっかりと残ってますね。丸亀城を出発し、次は高知県を目指します。全通 GIC から高速道路に乗って高知方面へ。やらかしました。血迷って反対方面に行ってしまいました。一番近いインターで降りて引き返します。今度こそ高知方面へ。45分ほど走り、愛媛県に入ります。普段あまり高速を走らないので分岐が多いと迷ってしまいます。高速道路に乗り始めてから約1時間、高知県に入ります。雲行きが怪しくなってきましたが、次の目的地は高知県鏡市にある龍河洞。南国出口で降ります。街路樹の南国感がすごい。山間部を20分ほど走って龍河洞に到着。屋根付きの二輪置き場はありがたいですね。南国の秘境龍河洞、日本三大鍾乳洞に数えられ、国の天然記念物に指定されています。昔ながらの観光地の雰囲気がありますね。エスカレーターで洞窟の入り口へ。チケットを買って早速中へ。洞窟内は小川が流れていたり、滝があったりとバラエティに富んでいます。ライトアップもされているので非常に綺麗です。
外気温は35度ほどでしたが、洞窟内は20度を切っているほど涼しいです。むしろ寒いくらい。体の向きを変えたりしゃがまないと進めない箇所もあり、洞窟内を探検している感じが楽しかったです。出口は入り口から80メートルほど高いところにあるので、アーケードを通って戻ります。長い年月をかけて自然が作り出した鍾乳洞は一見の価値ありです。優雅洞、夏にぴったりなクーリングスポットなので、皆さんもぜひ。優雅洞を出発し、次の目的地は高知市の中心部にある高知城です。40分ほど走り、高知市の中心部。高知城の天守閣が顔を覗かせていますね。バイクを止め、城下にやってきました。ちょうどよさこい祭りをやっていて、この辺りは熱気であふれています。門をくぐり城内へ。こちらにもよさこいのステージがあり、盛り上がっています。この時点で時刻は17時24分。お盆期間で見学受付が17時30分まで伸びていたので、なんとか中に入れそう。急ぎます。駆け込むようにして入ったので、その様子は撮れませんでしたが、30分ギリギリに何とか入場。入ってすぐ書院造りの部屋から見学ルートは始まります。天守内部には昔の高知城周辺のジオラマや鬼瓦の展示が。丸亀城に行った後では高知城の天守はとても広く感じます。天守最上階からは高知市街を一望できます。よさこいも見えますね。地味に丸亀城の時から集めていた日本百名城のスタンプもしっかり押して、見学は終了。通りに戻り、吸い込まれるように入ってしまった広め市場。なかなかのにぎわいで、一人で食べるには厳しい。ここでの夕食は諦め、快活に向かいます。出発する前に空席状況を確認してみてびっくり。あと2席しか鍵付きの個室が開いていない。快活までは10分ほどですが、さすがに焦ります。しばらく走っていると追い打ちをかけるように雨が降ってきました。こいつはまずい。濡れつつ焦りつつ、なんとか到着。急いで受付を目指します。いけるのか。滑り込みセーフ。これは危なかった。支度を済ませ、今日の夜ご飯。近くのスーパーでカツオのたたきを買いました。気になって買ってしまった瀬戸内サイダーを飲みながら今日はお別れです。お疲れ様でした。
おはようございます。時刻は午前4時半過ぎ。今日は四国で一番行きたかった場所に行くので頑張って早起き。中四国ツーリング3日目。今日はここ高知の快活クラブを出発し、愛媛を経由して広島県福山市を目指します。連日の早起きで疲れてきていますが、今日は四国最終日なので四国を楽しみ尽くしたいと思います。まずは昨日行けなかった桂浜へ。快晴の中走ること約10分。海が見えてきました。眩しい朝焼けと綺麗な海を横目に桂浜を目指します。早朝のツーリングはやっぱり気持ちいいですね。さすが有名観光地、案内が親切ですね。早朝は駐車場が無料で止められるのでありがたく駐車させてもらいます。バイク専用スペースもバッチリあります。駐車場から少し歩いて、ようやくご対面。この後ろ姿は桂浜のシンボル、坂本龍馬像ですね。思っていたより大きくて威厳があります。階段を下って砂浜まで降りてきました。奥に神社らしきものが見えたので行ってみることに。階段を上り鳥居をくぐると、断崖絶壁に小さな祠が。高台からの景色は最高でした。1時間しっかり見て回って桂浜の観光は終了。次なる目的地四国カルストへ向かいます。四国カルストまでは100キロほど。山道も多いと思うので安全運転で行きます。燃料が少なくなってきたので早朝からやっているガソリンスタンドへ。朝早くからありがとうございました。バイクもお腹いっぱいになったところで再出発です。1時間ほど走って須崎市に入ります。だいぶ山が血の道になってきました。ほどなくして津の町へ。川沿いに沿ってひたすら西へ進みます。少し疲れたので風車の駅で一旦休憩。巨大な風車の羽を見ながら水分補給。地元の方からお気をつけてと声をかけていただき、元気も出たところで出発。見るたびに増えていく謎の道路の数字を見つつ走っていきます。ナビが左に曲がるように指示した道は明らかに国道の予感。2日目の五色台スカイラインを優に越えてくるようなカーブが次々と現れます。
の後も細い山道を走り続ける。だいぶ標高が高くなってきました。風車の駅を出てから約1時間、ようやく四国カルスト入り口の天狗高原までやってきました。ワインディングが多かったこともあり、疲れていたので休憩。休憩を終え、いよいよお待ちかねの四国カルストへ。ゴツゴツとした岩が見え始め、カルスト大地が姿を現し始めました。右手に石灰岩、左手には高地の山々。思わずバイクを止めてしまうほどの絶景です。愛媛県と高知県の県境に位置する四国カルストは日本三大カルストの一つであり、一面の石灰岩と草原の中、牛たちが放牧されているため日本のスイスとも呼ばれているそう。現実離れしたような景色にただただ目を奪われます。写真映えしそうな風車を見つけたのでまたまた停車。景色が良すぎて進めません。標高 1000m 以上の大地にポツンと立つ風車。バイクとの相性もバッチリでいい思い出になりました。こんなところでキャンプができたら最高だろうな、などと考えながら四国カルストとはお別れです。帰り道も行きに負けず劣らず山道。ゴリゴリと体力が削られていきます。すれ違うライダーたちと野営しながら山を下って柳屋大橋に。そこから少し進んで道の駅三河で休憩。高知で食べれなかったアイスクリーンを片手にほてった体を冷やします。休憩も済ませたところで次なる目的地の松山へ。中心部の松山城を目指します。約40分走って松山市へ突入。市街地に入り、オレンジに輝く路面電車を横目に松山城へ。二の丸庭園の駐車場にバイクを止めさせてもらい、歩いて散策していきます。駐車場から二の丸までは5分ほど、すぐに見学できます。二の丸庭園を後にして本丸へ。本丸までは石階段が延々と続き、体力を奪っていきます。もし二の丸駐車場から歩くなら歩きやすい靴、動きやすい服装で来ることをおすすめします。15分ほどでしたが、なかなかにきつい道のりでした。熱中症になりかけながらもなんとか本丸に到着。
長い道のりの末、ようやく天守が見えてきました。ここまで登ってきた自分を褒めたい。気を取り直して城内へ。土塀にはたくさんの狭間があり、戦いの跡を感じられます。この正方形の箱狭間は鉄砲を撃つためのものですね。では天守の中に入っていきます。松山城は加藤義明が関ヶ原の戦いによって意を与えられ築城したことに始まっており、天守内部には関連する甲冑や刀などさまざまな展示があり、見応えがありました。最上階からの景色も抜群で、ここまで登ってきてよかったです。スタンプもしっかり押して見学は終了。気がつけば時刻は午後2時近く。道後温泉に寄る予定でしたが、ここは前を通るだけで我慢になりそうです。松山城から走って10分ほどで道後温泉に。立派な温泉の建物が見えますが、時間がないため通過です。次に松山に来た時は絶対に立ち寄りたいですね。次なる目的地は同じく愛媛県の今治。少し遠回りですが、海沿いの道を通っていきたいと思います。国道196号に入り、左手には海が見えてきました。海を横目に北上し、今治市に突入。少々遠回りしても山沿いの道ではなく、こちらを選んで正解でした。タンカー船がたくさん見えてきました。ここ今治はタオルと造船の町ということで、たくさん船があったわけですね。今治ではまず今治城を目指します。15分ほど走り、立派な堀に囲まれた今治城が見えてきました。近くにバイクを止め見学へ。この堀の水は全国でも珍しく海水を引き込んでるそう。巨石が支える石垣を通り過ぎ、門をくぐって城内へ。築城の名手と言われる東堂高虎の像の奥に天守が見えてきました。高く積み重なった迫力のある天守ですね。まだ寄りたいところがあり、時間が迫っていたためサクッと見学。時刻は16時になりそうですが、休憩を挟んでここから少し南の今治タオル美術館に向かいます。さらば今治城。30分ほど走り、今治タオル美術館へ。ここではタオル工場の見学ができたり、タオルや四国土産のショップなどがあり、楽しめるものがたくさんあります。時間的に工場見学は厳しそうですね。3階のショップにはたくさんのタオルが置いてあり、悩みすぎてなかなかお土産が決まりませんでした。1時間ほど格闘した末、実家にタオルセットを送り、美術館見学は終了。今度訪れた際は工場見学がしたいですね。美術館を出て次に目指すは今日の宿、広島県福山の快活クラブ。もう少しで3日間お世話になった四国ともお別れです。なんて鑑賞に浸っていると、ここでハプニング。スマホの固定が甘かったようで、
ホルダーからスマホが落ちてしまいました。充電ケーブルをつないでいなかったらと考えるとゾッとしますね。しっかり固定し直してしまなみ海道に向けて出発します。今治北 IC から西瀬戸自動車道へ入ります。右に見えた今治の造船所を横目についに四国ともお別れです。これから渡る橋は来島海峡第3大橋。ここから第2大橋第1大橋と連続して渡っていき大島に入ります。夕焼けと瀬戸内の島々、そしてオレンジに染まった吊り橋が最高の景色を生み出していますね。第3大橋も渡り大島内部へ。博多大島大橋を渡って博多島に入ります。その後も夕暮れのしまなみ海道を抜けていき広島県尾道市に入ります。しまなみ海道の島一つ一つにもたくさん観光名所があるので今度ゆっくり回りたいですね。因島大橋、すっかり日も暮れていよいよ本州が近づいてきました。真っ暗な中ナビだけを頼りにまず出口で降り快活クラブへ。眠くなりながらも無事に到着しチェックイン。松永駅周辺を散策して夜ご飯を探しますがお盆期間で全然開いておらず唯一開いていた快活近くの豚骨ラーメンのお店へ。昼ご飯を食べていなかったので今なら何でも食べれそう。奮発して唐揚げセットを頼み替え玉もしました。温かいラーメンでお腹いっぱいになったところで今日は終了。お疲れ様でした。皆さんおはようございます。ただいまの時刻は午前6時半。4日目の今日は広島県福山市から海沿いに東へ進み兵庫県の神戸を目指します。明日5日目は金沢に帰宅するだけなので本動画が中国四国ツーリング最終回となります。今日も快晴でツーリング日和。まずは東へ 40km 岡山県倉敷美観地区へ。今回のツーリングベタな観光地ばかりですが私自身初めての土地ばかりなので有名どころを選んでいます。小1時間走り倉敷駅手前まで来ました。駅前の二輪車置き場に停めさせてもらい美観地区のある駅の反対側に行きます。来たぞ倉敷。駅前を少し歩き近道と書いてあったアーケードの方へ。
アーケードを抜けて少し歩くと雰囲気のある通りになってきました。駅から歩いて15分ほどで到着。歴史を感じる蔵造りの建物が並んでいて、歩いていて楽しいですね。道中に気になる看板があったので右折。一面の赤レンガ。やってきたのは倉敷 IB スクエア。倉敷紡績所の工場を記念館やホテルに改修した施設であり、ツタが絡まる赤レンガからは明治時代を感じることができます。中庭はビアガーデン会場に。バイクツーリングの欠点は道中でお酒が飲めないことですね。中庭の橋の池には亀がたくさんいました。正門から入るとこんな感じ。中のお土産屋さんは朝8時からやっていたので、朝ごはん代わりに名物のクリームパンを。IB スクエアを後にして柳並木のある倉敷川沿いへ。水面に映る柳が綺麗ですね。白鳥を見つつ美観地区を後にします。倉敷とお別れし、次の目的地は兵庫県姫路。姫路城を目指して東に進みます。バイパスと高速を使って神戸方面へ。1時間ほど走り、兵庫県に突入。山陽姫路西で高速を降り、姫路市内を走っていきます。倉敷で歩き回ったせいか疲れていますが、あと少し頑張ります。倉敷から約2時間、姫路城がようやく見えてきました。バイクは大手前公園地下駐車場に停めます。バイク1日1回500円。有名観光地なのでちょっと高いですね。ただ路上駐車するわけにもいかないのでやむなし。気を取り直して国宝姫路城の見学へ。これが今旅行で最後の城見学です。広場だけでも今まで見てきた中で圧倒的に大きいですね。早速天守見学のチケットを買いにゲートに。チケットを買い中へ入ります。1000円はちょっと高いですね。近づいてみるとやっぱり圧倒的ですね。天守内部に入る前に靴を脱ぎます。ライディングシューズのまま来てしまったので大きい荷物になってしまいました。サンダルに履き替えてくればよかったです。天守内部の大きさはやはり別格で人も多いですね。この存在感のある柱は地階から6階までを1本で貫いている灯台柱。規模感が違いますね。最上階の広さもやっぱり大きい。人が多くて外の景色が見れなかったのが残念でした。この模型からも姫路城とその城下町の大きさがうかがえますね。一通り見てから内部の見学は終了。見学コースはあと少し続きます。白露城と青空、最高のコントラストですね。狭間のデパートのような道を進んでいき、お菊井戸に。有名な怪談話ですが、その井戸が姫路城内にあったのは知りませんでした。井戸を後にして各時代ごとのシャチの展示に。意外とインダストリアルなんですね。
タンプもバッチリ。大満足です。お昼は城の前の千姫茶屋というお店でしらす丼をいただきます。生姜醤油で食べる姫路おでん。城の形をしたこんにゃくが可愛いですね。ごちそうさまでした。お腹も満たされたところで次の目的地は須磨浦公園。2号線沿いに東へ1時間ほどの移動です。須磨浦公園は今までのようなメジャーな観光スポットではありませんが、どうしても乗ってみたかった乗り物があるので今回の旅行に組み込みました。明石西から第二名神に乗り、合計135度の4号線を越え進んでいきます。須磨料金所で高速を降りて山陽須磨の駅前まで来ました。この駅の正面、進行方向左手には JR の須磨駅が向かい合っています。そうこう言っているうちに須磨浦公園に到着。バイク専用の駐車スペースもあり、1回200円で止められます。ここは山陽電車と須磨浦ロープウェイの駅になっており、今回は電車の改札横の階段を上りロープウェイに乗っていきます。山頂には遊園地があるのでソロで乗っていたのは自分一人くらいでしたね。ロープウェイの下を電車が通り過ぎていく景色が見れるのはなかなか珍しいのではないでしょうか。渓谷になり、ロープウェイは八伏山の上駅を目指して発車します。ロープウェイからは神戸市街と真っ青な大阪湾が一望できます。ロープウェイを降りて乗り継ぎをするのですが、本当に乗りたかったのは次に乗るこれ、カーレーターです。乗り心地の悪さが評判だというこの乗り物。ゴンドラは2人乗り。贅沢に1人で乗らせていただきます。棒に捕まって乗り込みます。乗車早々から結構揺れる。このカーレーター、急な斜面をベルトコンベヤーの上のゴンドラに乗って登っていくといった感じでしょうか。振り返ると落っこちてしまいそうな急斜面と大阪湾。5分とかからないで終点に到着。行きは意外と揺れませんでしたね。帰りが楽しみです。このカーレーター、現在は全国でここ須磨浦公園にしかないそうです。カーレーターを降りてすぐ前にある展望閣へ。3階には回転展望喫茶が。昔はこのような施設がたくさんあったそうですが、時代とともになくなっているそうで、ノスタルジックな体験ができる場所になっています。屋上の左手には神戸市街が、右手には明石海峡大橋と淡路島が見えます。初日にはあの橋を渡って四国に行ったのだなと思うと感慨深かったです。気を取り直して帰りのカーレーターに乗車。帰りのカーレーターは結構怖い。楽しげな音楽とは真逆に結構スリリングです。あっという間に終点に差し掛かりますが、実はここが一番の揺れるポイント。最
最後の最後で笑ってしまうくらい揺れて面白かったです。ありがとうございました。カーレーターを満喫したところで、次は神戸の中心部へ。ポートタワーやメリケンパークを見に行きたいと思います。20分ほど走り、神戸駅南駐車場に到着。神戸駅からメリケンパークまではショッピングモールを通り抜け、おしゃれな通りを進んだ先にあります。このテラスからは港が一望できますね。少し歩いてカモメリアのターミナル前まで来ました。光が差し込む雲とポートタワー、ここまで歩いた甲斐がありました。神戸土産にこれを買って終わります。チェーンの具。メリケンパークを後に時刻は18時を過ぎていますが、まだまだ行きます。次の目的地は有馬温泉。日が沈み切る前に何とか着きたいですね。トンネルを抜けると突然の大雨。一刻も早く温泉に浸かりたい。幸いにも雨は通り雨で有馬温泉まで無事到着。お盆なのでとてもにぎわっていますね。バイクを止め、やってきたのは太閤の湯。とてもいいお湯でした。ゆっくりしていたら気づけば9時を回ってしまいました。遅くならないうちに神戸元町の快活クラブを目指します。今までは郊外の駐車場付きの快活ばかりでしたが、今夜泊まるのは駅前の都市型店舗のため、元町駅近くの高架下バイク駐輪場に駐車します。今日のお宿、せっかく近くまで来たので元町中華街へ。10時半なのでお店はほとんどやってなかったですね。そのまま歩き続けて気づけばメリケンパーク。夜の方が雰囲気があっていいですね。明日はいよいよ最終日。ゆっくり休むとしましょう。お疲れ様でした。おはようございます。長いようであっという間に今日が最終日。帰路に着く前に少しだけ寄り道をしたいと思います。これから行くのはポートアイランドです。長い海中トンネルを抜け、ポートアイランドに上陸。朝ごはんはポートアイランドのデイリー山崎でパンを買って食べます。そしてわざわざここまで来たのはこれを見るため。昨日のメリケンパークの方は人が多くて写真が撮れなかったので、こちらでリベンジ。いい思い出になりました。いよいよ本当に帰らなくてはなりません。さよなら神戸。その後の帰り道は琵琶湖大橋を渡って湖西を走り、妹子の里に寄ってイカコーラと特大みたらし団子のシガマンスセットを食べ、琵琶湖を眺めながら帰ります。その後も走り続け、加賀 IC まで戻ってきました。
4日前ここで給油したのが懐かしいですね。そのまま1時間ほど走り金沢まで無事帰ってこれました。ということで今回の中国四国ツーリングの動画は以上となります。最後まで見ていただき本当にありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。